皆さんこんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントでございます。メタクエスト3を持っている方なら一度は悩んだことがあると思うんですが、純正のヘッドストラップって長時間つけてると頭が痛くなりますよね。そこで多くの人が選ぶのがバッテリー内蔵のヘッドストラップです。この界隈でド定番になっているのがボボ VR というメーカーで、猿頭自身もボボ VR の S3 Pro というモデルをずっと使っています。ボボ VR はメタクエスト3、3S をはじめピコ4など様々な VR デバイス向けに製品を展開しているメーカーです。そんな中、今回アンナプロさんから A3MAX というバッテリーヘッドストラップを提供していただきました。ありがとうございます。というわけで今回は猿頭が普段使っているボボ VR-S3 Pro、そしてボボ VR のエントリーモデルである M3 Pro とアンナプロ A3MAX のバッテリー容量、重量、価格などのスペックをしっかり比較していきます。動画の最後には実際に装着してみた感想などもお伝えするので、気になる方はぜひ最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。それではまずこの3つの製品それぞれがどういう製品なのかを整理したいと思います。ボボ VR-M3 Pro はクエスト系のヘッドストラップとして長年多くのユーザーに使われてきた定番のモデルです。磁石でワンタッチ脱着できるバッテリーパックが後頭部についていて、前後の重量バランスを整えながら顔や頭への圧迫を減らしてくれます。続いてボボ VR-S3 Pro は M3 Pro の上位モデルです。バッテリー容量が M3 Pro の約2倍になり、さらにおでこに当たる部分に冷却ファンが内蔵されています。猿頭が実際に使っているモデルで、クエスト3ユーザーの中でも人気の高いモデルです。そして対するアンナプロ A3MAX はバッテリーパックが磁石でくっつく仕組みはボボ VR と同じで、バッテリー容量は S3 Pro より少し上の 1800mAh あります。続いてスペックの前に外観を少しだけ紹介します。どちらのストラップも装着方法は純正ストラップと交換する形で、特別な工具は不要です。素材感については3製品とも後頭部に柔らかいクッションが入っていて、長時間でも快適に使えるようになっています。 A3MAX は後頭部がアイスシルクという通気性の高い素材を使っているので、汗をかきやすい方や蒸れが気になる方には嬉しいポイントかもしれません。それではスペックを紹介していきたいと思います。まずバッテリー容量から。 A3MAX は 1800mAh、S3 Pro が 10,000mAh、M3 Pro が 5200mAh です。 A3MAX は S3 Pro より少し上で、 M3 Pro はその約半分になります。延長できるプレイ時間の目安は A3MAX と S3 Pro がともに約3時間から4時間、M3 Pro が約 1.5 時間とされています。メタクエスト3の純正バッテリーが平均約 2.2 時間なので、 A3MAX と S3 Pro なら合計約5時間から6時間は遊べる計算になります。そしてバッテリーからヘッドセットへ供給する電力の強さも違います。 A3MAX と S3 Pro がともに最大 20W、M3 Pro が 15W です。出力が高いほどヘッドセットの消費電力を上回りやすく、プレイ中でも電池が減りにくくなります。そして3製品とも磁石でワンタッチ脱着できる仕組みは共通です。使い切ったバッテリーを外して充電済みのものとその場で交換できるので、 VR をつけたまま電池切れを回避できます。そして S3 Pro だけに冷却ファンが内蔵されていて、風量を100段階で調整できます。 A3MAX と M3 Pro には冷却ファンはついていません。続いては重量。ストラッププラスバッテリーのトータル重量で見ると A3MAX が 385g、M3 Pro が 405g、S3 Pro が 547g となっています。 S3 Pro は冷却ファンが搭載されている分重くなっているのかもしれません。続いては価格です。 M3 Pro はボボ VR 公式サイトで 59.99 ドル、日本円で約9000円程度です。 Amazon では7999円で購入できます。追加バッテリー B2 単品は Amazon で3999円です。続いて S3 Pro はボボ VR サイトで 89.99 ドル、日本円で約 13,500 円程度です。 Amazon では 14,299 円で購入できます。追加バッテリーの B100 単品はボボ VR 公式サイトで 39.99 ドル、日本円で約 6,000 円程度、 Amazon での価格は確認できませんでした。そして A3MAX はアンナプロ公式サイトで 59.99 ドル、日本円で約 9,000 円程度、 Amazon では 6,999 円で少し安く買えるみたいですね。ただ猿頭が確認した時点では在庫切れになっていたので、購入を検討される方は説明欄のリンクから在庫状況を確認してみてください。そして A3MAX 用の追加バッテリー P1 はアンナプロ公式サイトで 35.99 ドル、日本円で約 5,400 円程度、
Amazon では値段の確認ができませんでした。なおバッテリーはどの製品も形状が異なるため使い回しができません。BOBO-VR-M3 Pro と S3 Pro の間でも互換性がないのでご注意ください。それではまとめと実際に使ってみた感想をお伝えします。 M3 Pro はバッテリー容量は控えめですが、価格が3製品の中でも最も手軽で軽さも優秀です。とりあえず BOBO-VR を試してみたいという方や 1.5 時間の延長で十分という方にはおすすめです。続いて S3 Pro はバッテリー容量は A3 Max より少し下ですが、充電出力は同等でさらに冷却ファンがついています。ただ重量が3製品の中でも最も重くて価格も一番高いです。個人的には冷却ファンはあまり使っていないので、冷却ファン目当てで選ぶかどうかはプレイスタイル次第だと思います。続いて A3 Max は価格は M3 Pro と同等、バッテリー容量と充電出力は S3 Pro と同等、重量は3製品の中でも最も軽く、数字だけ見るとかなりバランスの取れた製品です。実際に2つの製品を何度も装着し直して比較してみたんですが、 S3 Pro のバッテリーは少し高い位置につくのに対して A3 Max は真後ろにフラットな形でくっつくので A3 Max の方が重心が安定する感じがしました。長い間 VR をやっていて感じるんですが、やっぱりヘッドセットの重量バランスはかなり重要だと思います。その点を考えてもどれもいい製品なので個人差はあると思うんですが、被ってみた感じでは A3 Max が一番しっくりきました。今使っているストラップをわざわざ買い替える必要は全くないですが、これから購入を考えている人にはかなりおすすめできるストラップだと感じました。というわけで今回の動画ではアンナプロの A3 Max と BOBO-VR の M3 Pro、S3 Pro の3製品を比較してみました。他にもおすすめの製品がある方や使ったことがある方はぜひコメントいただけると嬉しいです。このチャンネルでは今後も VR ゲームや XR 機器、メタバースの最新情報をお届けします。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、ハイプをお願いいたします。いやー VR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。